こんにちは、シャチパンです。今回ご紹介するテレビは TCL の55インチのミニ LED テレビ 55Q7D Pro です。このモデルの最大の特徴は Amazon 限定販売で価格が控えめでありながら、なんと今年トレンドとなっている最新技術スーパー量子ドットを採用していることです。要するに恐ろしくコスパがいいモデルってことです。また昨年シャチパンがレビューした前モデルの Q7C からも実は超進化しているところも見逃せないポイントなんですよね。意外と情報の少ない Amazon 限定モデルですが、今回も測定器を用いてその進化具合を惜しみなく数値で示していきますので、ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しいです。それではやっていきましょう。今回は画質、便利機能、録画、サウンド、背面端子、価格、気になったところ、総評という流れでご紹介していきます。まずは画質。昨年からの進化ポイントも合わせて触れていきます。今回ご紹介する55型のパネルは、コントラストの数字的には VA パネル系。一般的にコントラストには優れますが、肌色で確認するのが分かりやすい視野角は、斜めから見るとやや白っぽくなる特徴があります。パネルの表面加工は、コストのかかったグレアタイプ。表面はこんな風に鏡のような映り込みになる特徴があります。本来は上位モデル帯に使われる加工で、画質的にはこちらの方が上質な映像が楽しめます。昨年まではハーフグレアタイプでしたが、今年はコストがかかっています。映像の迫力に直結するピーク輝度性能はこんな感じ。横軸は画面全体に対する白画面比率、縦軸は明るさです。通常モードで最大1752と、ちょっと前の国内フラッグシップ並みの輝度表現です。よく画面の明るさは目が痛くなるから暗いのでいいという方がいますが、ピーク輝度は画面全体の明るさではありません。ピーク輝度は特定の1点のみの領域をどれだけ明るくできるかというスペックで、これが高いと花火の火花や瞳に映るキラッと光るキャッチライト、宝石の輝きなど映像に迫力とリアリティが出ます。ですので、シャチパンを含む映像マニアたちは非常に注目するスペックの一つなのです。さて、ピーク輝度のスペックは申し分ないですが、ウィンドウサイズの小さい領域では少し落差が大きく602度を割ってきます。欲を言えばもう一歩欲しかったでしょうか。とはいえ、昨年のモデルと比較するとこんな感じ。もはや語るに及ばずですが、2倍以上の開きがあり、ここまで来るともはや別物です。商品グレード的には2段は上を行っている印象でしょうか。去年買った人はどう思うのだろうと思わなくもないですが、とてつもない進化です。LED バックライトのエリア分割数は55型で480。エリアイメージとしてはこんな感じ。このエリア数も重要で、細かい話をなしにすると、バックライトを細かく制御できるほど、液晶の弱点である黒浮きを抑え、より深みのある黒を表現できるからです。ミドルグレードであれば十分な分割数です。色表現は本モデルの最大の特徴の一つ、スーパー量子ドットを採用しています。従来の量子ドットと何が違うのかというと、量子ドットの素材を見直し、多層構造にすることで精度と寿命を伸ばし、改良されたカラーフィルターと組み合わせ、今までの量子ドットテレビよりもより純度の高い赤、緑、青の光を抽出できるとしています。この純度の高さは非常に重要で、テレビは赤、緑、青の3色から色が作られています。つまり、この3色の純度の高さがそのまま色の表現範囲につながるわけです。今まで薄い絵の具で絵を描いていたけど、濃い絵の具を使えるようになって、より多くの色が出せるようになった。そんなイメージですね。スーパー量子ドットを採用した色表現は、スペクトル的にはこんな感じ。公式にあるスペクトル図と同様、赤、緑、青が混色少なく取り出せていることがわかります。BT2020 の色表現範囲も 90% という非常に高いスコアを叩き出しました。
通常液晶ではせいぜい 60%、従来の量子ドットテレビでも最大 80% が多かったことを考えると、さらに 10% 以上を表現できる色が増えたということになります。これは先月行った C8L と同じスコアなので、上位モデルと同じ量子ドットが採用されていると言っていいでしょう。特に赤は色度図上でもほぼ理論値で、美しい本物の赤を堪能できます。ちなみに昨年レビューした全モデル Q7C と比較すると実に 20% アップです。本モデルは数値が示す通り、ピーク輝度、色表現ともに凄まじく進化したと言っていいでしょう。その他には上位モデルと同じくコンテンツに合わせて色や輝度を最適調整する AI による高画質処理や広域な色表現を可能としており、上位グレードである C8L と並べてみてもこんな感じ。画質的には及ばないまでも実用的には十分といったレベルです。ゲームモードでは VRR に対応し、4K 映像でも 144Hz まで対応。4K 映像、地デジ、ゲーム、一通り試しましたが、昨年モデルとは比べ物にならず、映像の力強さを感じました。絵作りは進化した明るさを押し出した力強い明るめな調整。色は広い色表現を生かしたやや派手めなテイストであると感じました。上を見ればキリがないですが、このレベルであれば大部分の方は満足のいくポテンシャルがあるかなと思います。また今期のモデルから保証期間が2年延長され、3年保証となったのも嬉しいポイントです。続いて便利機能、2つほどご紹介します。1つ目はスマート機能。Google TV 搭載ということで、リモコンのホームボタンより様々な動画配信サービスにアクセス。Google Play Store より好きなアプリをダウンロードすることができます。メニューの UI も直感的にわかるようになっており、設定などもここからアクセスできます。リモコンにある VOD ダイレクトボタンで各種配信サービスにワンプッシュでアクセス。スマートフォンの画面もテレビに映し出せ、気軽に大画面で楽しむことができます。それから今年の夏には生成 AI であるジェミニがアップデート搭載され、対話形式での番組検索やおすすめ表示、ライフスタイルのサポートが予定されています。2つ目はカスタムスクリーンセーバー。テレビを見ていない時のスクリーンセーバー画面を自分好みにカスタマイズできます。ソースメニューであらかじめ用意されているジャンルを選べるほか、AI を使ってキーワードを選ぶだけで自分好みの画像を生成できる機能も追加。気に入ったものをどんどん作り出すことができます。これは面白い機能ですね。主に壁掛けを意識した機能かと思いますが、テレビを見ていない時もアートギャラリーのように絵画を飾っているような使い方ができます。次に録画機能。地デジ、BSCS 放送、4K 放送とそれぞれチューナーを2個搭載しているので、番組を楽しみながら裏番組の録画まで対応。録画方法は番組表の画面から行います。番組表はこのようにジャンル別に色分けされており、わかりやすくボタンの反応も上々です。録画予約した番組は赤いマークがつき、一目でわかるようになっています。ただ、同時録画番組数は1番組までとなりますが、重複し録画できないはずでも、番組表には複数マークがついてしまうのは少しわかりづらいかなと思いました。録画番組一覧は、録画リストボタンからワンプッシュでアクセス可能。番組再生にはオートチャプターがつきませんが、早送り、巻き戻しは32倍速まで対応。2倍速までの早見再生も可能です。次にサウンド。サウンドは老舗オーディオブランド音響の 2.1 チャンネル 40W のスピーカーシステムを採用。空間全体を音で包み込む立体音響効果を目指したとのことです。サウンドを語るにあたり、個人的に必須なデータである周波数特性はこんな感じ。周波数特性は横軸周波数、
縦軸音の大きさのグラフで表され、低音から高音までの音がどれくらい出ているかを確認できます。例えば太鼓のような低域であればこの太鼓はサイズが小さいので、どちらかというと中域に差し掛かっています。高域の高い音なら高域ゾーンに波形が反応します。早速帯域別に見ていくと、まず低域は 60Hz 付近から反応はしているもののだいぶ控えめ。映画など低音の迫力を求める場合は、素直にサウンドバーなどの専用機が必要となるでしょう。中低域、それ以降の中域は全体的に歪みが大きく、音のクリアさに影響しそうですが、フラットを維持。高域、超高域で徐々にフェードアウトしていく特性です。全体的にはフラット寄りな特性で、アレンジ少ない素直な特性と言えそうです。さすがにテレビに搭載できるスピーカーは小型なので、専用機などと比べると歪みも大きく出ていますが、テレビとして見れば致命的な落ち込みは少ないかなと思いました。ちなみに普通の汎用モニターなどについているスピーカーの特性はこちらです。こんなに歪みがあると音質を期待するのは絶望的となります。涙と共に消えゆくは遠い昔の面影だという咲き誇る下でちぎり交わした時よ、見合ってし世の空が。続いて背面端子。背面向かって左側にまとまってあります。上から通常録画用の USB 端子、動画・写真再生用の USB 端子、その下には LAN ケーブル用端子。LAN は有線接続してもいいですが、無線接続にも対応しています。その下には HDMI 入力端子が3つあり、それから BS-CS アンテナ入力、地デジ用のアンテナ入力端子、最後に市販の AV ケーブル用のビデオ入力端子、音声出力用の光デジタル端子という構成です。ゲームで使う 4K144p 入力対応の HDMI 端子は今回より3つに増えています。EARC にも対応しているので、音響の劣化なくサウンドバーを安心して接続することができるのは嬉しいポイントです。表示遅延は 120p の PS5 想定信号で約 1.1 ミリ秒。一方、60p のスイッチ2想定信号で 2.1 ミリ秒でした。ゲーミングモニター並みの表示遅延で、テレビでこのスペックはトップクラスでしょう。なお、昨年のモデルである Q7C は 60p の遅延が 9.7 ミリ秒だったので、だいぶ改善しました。これはゲーマーの方にも嬉しいポイントです。テレビを支える足はくの字型で7センチほどテレビを持ち上げるシンプルな構成。本体も薄くコンパクト。ベゼルも狭く画面に没入できるような設計となっているほか、インテリアとの調和も目指したとのこと。首振り機能はありません。次に価格です。このサイズと機能で税込み 18.8 万円となります。インチ展開は55インチから98インチまで幅広く対応。色表現は各社のフラッグシップ並み。その他のスペックはミドルクラスの域を出ませんが、実用的には十分で価格とのバランスをとった人気のグレードです。個人的にはただ単に大きいだけのエントリーモデルよりも1000ニト以上のピーク輝度表現を有し、色表現範囲も広いテレビの方が結果的に映像に没入できますし、どうせ買うならこのクラス以上のモデルがおすすめかなと思っています。実は昨年モデルより4から5万円値上がりはしているのですが、スペック的には2グレードほど上がっている作りなので、これでも他社同ランク製品よりかなりお買い得となっています。TCL は主要部材から完成品まで自社生産体制を敷いており、その強みが価格に生かされています。ミニ LED テレビシェアも世界1位となり、
その存在感は日本でも無視できない立ち位置となっています。最近ではソニーのテレビ事業と合弁会社を作り、実質的な主導権を握りました。今最も勢いのあるメーカーです。続いて気になった点です。3点ほどご紹介します。1点目は録画機能周りです。やはり同時録画番組数が1番組ということで、普段から録画を多用される方にとっては導入ハードルが高めです。TVer などの VOD を併用することである程度は緩和されますが、 TVer は配信期限がありますし、長期間残しておきたい方には気になるところでしょうか。2点目は HDMI 端子数です。3端子で十分という方もいらっしゃるかもしれませんが、サウンドバーをつなぐと2端子となってしまい、少し心もとないと感じる方はいらっしゃるでしょうか。他社の採用が4端子と多いこともあり、スイッチャーを採用したくなくて HDMI 端子をたくさん使っている方には注意が必要です。3つ目は中間色の色です。これは人の好みによるところもありますが、少し全体的に白っぽく感じました。テレビへの入力信号がどれくらいの明るさで表示されるかを表した EOTF カーブを測定すると、地デジ、4K 映像ともに理論値に対して少し明るくアレンジしていることがわかります。ただ、アレンジ自体はいいのですが、見え方的に輝度だけを上げているような処理に見え、色が白っぽく見える場面がありました。本モデルは上位モデルと同じエンジンチップを搭載していますが、分割数も及ばないことも相まってか、映像の印象はまた違ったものに感じました。ただ多くの方は気にならないかもしれません。最後に総評です。本モデルはミニ LED、スーパー量子ドット採用と尖ったスペックを持ちながら、価格とのバランスをとった人気のミドルグレードのモデルです。昨年モデルからの進化も目覚ましく、ピーク輝度で2倍、色表現で 1.2 倍と、もはや別物に生まれ変わっています。TCL 的にも今年渾身の一品で、一気に完成度を上げてきた感があります。流行りの VOD ボタンにも対応し、ネット配信サービスにも簡単にアクセスできるほか、Google TV ということで多くのアプリに対応しています。遅延時間などゲーム機能も強化してきています。価格もこのクラスのテレビの中ではお手頃感があり、画質も価格も取りたい方、新技術スーパー量子ドットを堪能してみたい方、セカンドテレビ、ゲーミングテレビをお探しの方など、幅広くお勧めできるかなと思います。逆に録画の利便性や同時録画番組数を求める方には残念ながら向きませんが、これからテレビを購入予定で本動画で魅力を感じた方は、ぜひ検討候補に加えてみてはいかがでしょうか。何スタイルは？アールヌーボー。アールヌーボー。どうですか？アールヌーボーですか？アールヌーボー。いいじゃん。アールヌーボー。アールヌーボーですか？ヌーボーしてますね。アールヌーボーって何？